love Japan. So because I find peace here, I want to live peacefully with them. But brothers, we are here for you today. Hello. Hello, brother, we love you. 彼女の声の先には国外退去の命令が出された外国人たちがいる。国に帰ると危ない、日本に家族がいるなどの理由で帰国を拒否した人たちが無期限に収容されている。彼らを気にかけ励まし続けるのはナイジェリア人のエリザベス。こんばんは。アリ元気？どこ？収容施設から SOS の電話が鳴りやまない。自分の国で迫害をされて、やっと日本にたどり着いて収容させられて、ここでも殺される。So they were trying to arrest him. They tie his hands and break this boy's hand like this. 時に命をも脅かす無期限の収容。Talk to me. I'm your mom. I'm representing your mom. 国連人権理事会の作業部会は日本政府に制度の見直しを求めている。ナイジェリア人もう一人向こう死んじゃっただって。Who are dying inside? Our brothers are dying inside, my brother. 命を守るため奔走するエリザベス。なんで？I should visit the prisoners. And you should show love to those who are hurting. 1年半にわたる活動を追った。Hello! Hello! Hello! Yeah, the Japanese are here to support you. We love you. 茨城県牛久市。ここに一人で暮らすナイジェリア人がいる。彼女の名はエリザベス。日本におよそ25年住んでいる。African is social. Who taught you how to cook? My mom. In Africa, once you are about 10 years, you have to learn how to cook. So, hi. Hello? Hello? もしもし。入管今。元気。エリザベスのもとには入管収容施設の中から毎日のように電話がかかってくる。So I help those who are mentally retarded, women who give birth, who cannot take care of their kids. Sometimes they call me, I go. Talk to them, pray with them, encourage them. So
家からバスと徒歩で1時間。法務省出入国在留管理庁、いわゆる入管の収容施設がある。ここには在留資格がなく国外退去の命令が出ている人たちが収容されている。エリザベスは1日最大10人と面会し励ましている。入管収容施設は全国に17あり、私たちが取材を始めた2019年の中頃には1200人余りが収容されていた。退去命令を受けた外国人の9割以上は帰国に応じている。しかし国に帰ると命が危ない、日本に家族がいるなどの理由を抱え帰国を拒む人たちがいる。帰国に応じない限り収容は原則無期限に続く。鍵のかかる部屋に数人ずつ収容される。日中数時間は外に出ることが許され、施設内の公衆電話で外の世界とつながることができる。No, sit to me. I'm your mom. I'm your mom here, okay? I was overwhelmed by What you were saying, yeah. too much mental and physical stress from previously that I just could not move much anywhere. ポーズ変わってからちょっと待って6月になってからいろいろ変わるから、ちょっと待って8月なのか8月10月今年終わり、ちょっと待って2年経った3年経った5年経った。みんな精神病気だった。今1日で15錠安定剤、免剤、寝る薬だけ飲んでる。Don't feel like that. God loves you, you know. Don't hate yourself, okay? ただひたすら声を聞き励ますエリザベス。20年以上続けてきた。はい。もしもエリザベスさん、こんにちは。あ、元気。元気？お疲れさんです。収容施設から嬉しい電話がかかってきた。長年支援してきた収容者が外に出られることになったという。はい。よろしくお願いします。はい。いつもありがとうございます。彼はイラン人のアマン。収容が解かれたのは実に4年ぶりだ。このように一時的に収容が解かれることを仮放免と呼ぶ。入管は犯罪歴の有無、健康状態、逃亡や不法就労する恐れがないことなどを総合的に判断すると説明している。仮放免されても仕事に就くことは許されない。そんな彼らが住む場所を探すのは容易ではない。ありがとうございました。エリザベスは仮放免された人たちを一時的に自宅に受け入れている。はい、今日お世話になります。すいません。後で掃除させてよ。どうも失礼します。こんにちは。顔見たら私会ったことある。面会廊下で絶対会ったことある。違う、一緒。一緒で一尾行ったことあるでしょ。一日だけ。この時もう一人仮放免のアフリカ人を受け入れていた。あとエリザベスさんの面会の差し入れも
いろいろ外の連絡とか、みんな感謝してる。何年ぶりですからまだ緊張してます。夢じゃない、夢よりもなんか確かに入管じゃないよと、でも本当に信じていいんですかと、もう今職員がいないとか、自分の職員がね。誰かが手を差し伸べなければ仮放免者に行き場はない。エリザベスは20年間で50人近くを自宅に受け入れてきた。彼女がそこまで親身になるのには理由があった。頑張ってOh my God I stayed there only 10 months. All my bones became very weak. I stayed only 10 months in the immigration. 実はエリザベスも在留資格がなく、国外退去の命令が出ているのだ。エリザベスが日本に来たのは1995年。ナイジェリアを離れた理由は地元の慣習から逃れるためだった。Actually, I'm born into a lovely family, but due to some circumstances, I left my family. I didn't see my parents for almost 30 years. Yeah. エリザベスはキリスト教を信仰する家庭で一人娘として大切に育てられた。しかし10代半ばで父親に FGM 女性器切除を命じられた。So I wanted to leave the environment, to be free, to make my life to be safe. 身の危険を感じたエリザベス。逃げた先が日本だった。 FGM を逃れたことで親族だけではなく地域社会からも迫害の対象となったという。エリザベスはナイジェリアに戻れなくなってしまったのだ。ビザが切れても生きていくために印刷やクリーニングの工場で働き、日本で生活を続けた。Yeah, I like Japan because it's peaceful to me. All the people I met in Japan, they are very lovely to me. 12 midnight, I come here, I ride my bicycle, I came, I don't have any problem. 来日して11年が過ぎた頃、日本人男性と出会い結婚することになった。エリザベスは在留資格をもらえると思い、自ら入管に出頭した。私自分で行った。ビザ欲しいだが、もう疲れる。入管の審査は4年余り続いた。その間に結婚生活は破綻。入管に呼び出されたのは2011年1月のことだった。That day, I arranged my house, I made food, So I went. They put me inside. So you were so surprised. I cried. First time I cried. I was shocked because I thought I'm going to get a visa. But I went, it was different story entirely. So I was... 在留資格はもらえず、国外退去の命令が出され、エリザベスは収容された。そこで彼女は恐ろしい光景を目の当たりにしたという。I see a girl, Filipino,
with t-shirts, you know, committing suicide, caught all here. Then girls, Chinese, 2 girls, jump from upstairs, all here, peel off. Oh my God. So I go, I carry them, you know, hug them and pray with them, encourage them with this saw. All here I clean, you know. It was horrible. 入管の収容施設からは電話がかけられるんですよ。で、私に依頼してるたくさんの人が電話をかけてきて、自分のいろんな苦しい状況を訴えるんですね。エリザベスは自分のことを訴えないんですよ。同じブロックの中でこんなに困ってる人がいると何とかしてくれとか、あるいはこの状況をみんなに伝えてくれとか、自分のことよりも人のことを一生懸命やっていたと思います。2度にわたり合計2年近く収容されたエリザベス。犯罪歴がなく逃亡の恐れがないとみなされたのか、仮放免で外に出ることができた。しかしいつまた収容されるかわからない。理由は説明されないのだ。現在エリザベスは難民認定の審査を受けている。難民と認められれば在留資格を手にすることができる。審査の間、政府の委託を受けた団体から毎月およそ5万円の支援を受けている。しかしこれだけでは生活は厳しい。食料や家賃は NPO や友人からの支援でしのいでいる。Oh, oh, this is good. God bless this man. All Japanese who are supported on top. エリザベスは収容を経験したことでより積極的に支援に関わるようになった。I feel the pain of those who are arrested there because I've been there. God wanted me to go inside and see what is happening inside, you know. この日訪ねたのは在留資格のない外国人を支援している団体。名古屋でナイジェリアン人も捕まるの時にねは教えた、だから私はもう名古屋行く、だから私めっかいいっぱい電話来た、だからめっかいなんかかわいそう、それの人。我々日本人の支援者だけでは事情をつかんだりとか信頼関係を作るのにやっぱり時間かかりますけれども、彼女がいてくれるおかげでスピーディーに作っていけると。彼女が動いてくれると助かるんで、名古屋まで飛んでってもらったと。はい、ありがとうございます。頑張っていってきて。はい、ありがとうございます。こうしてエリザベスは支援団体と協力し全国を飛び回っている。今回向かったのは名古屋の入管収容施設だ。So is there many foreigners in Nagoya? Many foreigners. Brazilians, Peru, Iranians, all kind of. So, can you see what the immigration has done to my brother? They were trying to arrest. He came to renew, so they were trying to arrest him. They tied his hands, and he was shouting, "Please leave my hand, leave my hand." One of them just stood on his hand and break this boy's hand like this. 男性は骨折した日、病院でギプスをつけて戻された。しかし痛みが引かず腕が腫れ上がっていったという。
エリザベスは支援者と共に再び男性を病院に連れて行くよう入管に訴えた。手術が行われたのは骨折から9日後だった。入管は私たちの取材に対し、職務の執行は法令に基づいて行ったものであり、かつ当日に医師の診療を受けさせ、以降医師の判断に基づき必要な治療が行われたと回答した。入管収容施設では心や体の不調を訴えても医療を受けるまでに時間がかかるとの指摘がある。2014年、カメルーン人男性が入管収容施設で胸の痛みを訴え亡くなった。現在、遺族が国に対し裁判を起こしている。この映像は担当弁護士が裁判を通じて入管から入手した。僕は裁判に出てきた資料によると、収容されている他の外国人がもうあいつを頼むから医者に見せてくれっていうふうにみんなが言って、あいつを医者に見せないんだったらもう自分たち部屋に帰らないっていうふうな、暴動までは至ってないですけど、そこまでやって初めて医者に見せられたっていうことらしいんです。外に出してもらえるために悪いふりしてるんだっていう意識がおそらく根底にあって、本当に具合が悪い人に対してお医者さんに見せるとか救急車に乗せる呼ぶとか、一般の人が見たら当たり前の対応をしないのはやっぱりそうだったからとしか考えられないと思います。男性は7時間痛みを訴え続け、心不全で亡くなった。遺族は職員に過失があったとして損害賠償を求めている。一方、入管は医師の指示に従って容体観察を24時間体制で行い、異常を発見した時は応急の措置を講じていたとし、過失はなかったと裁判で主張している。2007年以降、入管収容施設で亡くなった人は16人。そのうち5人は自殺だ。昨年8月、国連人権理事会の作業部会は、期限のない収容、司法審査のない収容などが国際人権規約に違反するとし、日本政府に制度の改善を求めた。No, I love you, Ali. I love you. Okay? Just take it easy. I'm praying for all of you. Okay? 長年、収容問題と関わってきたエリザベス。ここ数年、収容が長期化していることを心配していた。And I didn't stay up to 1 year. I go out 2 times, not up to 1 year. I go out. But recently, nobody go out. Even the girls I met there, they are still there. 3 years and a half. It's heartbroken, you know. Men that I met there, they are still there. Those who are sick, those who are... No, it's wrong. 1年を超える長期収容者の数は2016年から3年で5倍以上に増えていた。2019年5月、長期収容に抗議の意思を示すため、食べ物を口にしないハンガーストライキが広がった。命を懸けてでも外に出たいという切実な声がエリザベスのもとに届いた。
私元気ないよ。食べられない。水は14キロ水の日は私は一緒。もし出ないば私は自殺する。まだ人生あるよ。わかる？だからそれやらない。私ママ日本にいる。私電話来るよ。聞いてる？みんなのために。だからそれ私頑張るの。あとは明日私聞く。あ、信じ。意味ないじゃん。意味ないんですよ。あなたの人生はまだまだだよ。Making hunger strike, I don't think it can give any results. You're killing yourself. The Bible said the heart of the king is in the hands of God. So you can turn the heart of the king to where that you want it to be. By what? By prayer. But if you fight them, you cannot gain, you know. You lose. 彼女の願いに反してハンガーストライキは全国の収容者に広がっていく。電話来た。ナイジェリア人もう一人向こう死んじゃったんだって。わかんない。2019年6月24日、長崎県の入管収容施設で3年以上収容されていた男性がハンガーストライキのため餓死した。ハンガーストライキでの死亡は入管施設内で初めてのことだという。亡くなった男性はエリザベスと同じナイジェリアの出身。かつて電話で相談に乗っていた人だった。I really wanted to go because I have stopped things like this in Tokyo and Shinagawa, Nagoya. I was there, then Yokohama. You know, those who try to go on hunger strike, I try to stop them. Those who commit suicide, try to talk to them, which immigration knows. You know? So, but here, because of the expenses, I couldn't make it. You know, I would have seen him. And I wish I came here. I would have convinced him to stop. But it's a pity. I feel it. I have the pain in me. You know. I take it upon myself to go and visit and really know what happened so that I can tell the world what is going on there. はい、どちらですかね。入管。入管？うん。入国管理局？はい。はい。近いですよね。すぐですよ。長崎空港から車で5分。大村入国管理センターは定員708人。西日本最大の入管収容施設だ。エリザベスは亡くなった男性を知る収容者に面会を試みた。夕方、男性を知る収容者から電話がかかってきた。非常に豊かな人間、ふさわしい人間、いい人間、もうずっともう掃除、廊下、部屋、あっちこっちを掃除して、掃除を終わったら聖書。キリスト教の聖書、こればっかりだったんですよ。めったに人と喋れないし、いつも自分の世界で、なんでみんなと喋れないかって聞いたら、もし誰かと喋って悪いこと言ったら、相手が気になるから、だから私はなんていうの、喋るのが下手やから、だから止まった方がいいって。この言葉は本当に
大丈夫大丈夫。エリザベスは2日間にわたり10人と面会した。その結果分かったことは、亡くなった男性はもともと在留資格があったこと、窃盗などの罪で刑務所に4年服役した後、入管施設に3年半収容されていたこと、そして日本で生まれた子供がいることも分かった。He has been applying, he wants to see his daughter because that is the only child he had in life. The wife decided to leave. Eventually he passed away, which is wrong. なぜ死ななければならなかったのか。関係者の情報から亡くなったナイジェリア人男性の兄弟が関西にいると分かり、会いに向かった。Yeah, I'm at the gate, but there's nobody inside. Oh, okay. この日、亡くなった男性に祈りを捧げるため、仲間たちが各地から集まってきた。Today, while we are here, we come to give our brother who is bereaved now. We want to give him the last respect. 彼らは日本人と結婚するなどして在留資格を持っている。Yeah. So when we went there, I really wanted to know the detail. I don't know him. Let me chip in. He's a nice guy. Okay. In fact, here we are staying now, he is the owner of this place. Praise God. This company. He's built it by himself with his money. Praise God. And he's managing here before he got problem. Praise God. You know? ここでは自動車などを解体し、海外に販売している。亡くなった男性はかつて経営者だったが、薬物や窃盗に手を染め、在留資格を失ったという。エリザベスは亡くなった男性の兄弟に事情を聞いた。Me and my younger brother and my family, we went that place for mortuary to see some. And according to people there, they couldn't eat, you know, and they couldn't take medicine. That's how the man explained. He was sick. Then they took him to hospital and gave him some drip. After some time, he rejected. He don't want to take drip again. And you heard that your brother was sick in prison? No, actually, I don't hear. No. Listen No, to me. I don't hear. I cannot. So even sick, I didn't even know at all. But since he left Osaka to Nagasaki as a younger brother, you never visited him? Where? Before you traveled home? No, I didn't go. You know? エリザベスは家族にすら看取られず亡くなった男性と自分自身の境遇を重ねていた。When I was arrested the first time, my mom died. The second time, my father died. So I didn't see them. So it's a very painful thing, you know. I love my dad so much, but I didn't see my dad for a long time, yeah, because of my problem that I had. So I'm trying to get over it, you know. Sometimes their thoughts comes. So I try to go out so that I forget everything about what happened around me and stuff like that. So,
And the way you are, you neglect your brother, man. I will take it. I will tell you. Excuse me. No, hold on. Because if your brother is dead, and they say Madam, let us not blame. Use his money.亡くなった男性の幼なじみが弟に食ってかかった。Told me that you are in Japan today. I gave you job the following day. Yes or no? Say it. And you live on in prison. From Nagasaki to Osaka, you get my brother to die. What the hell? I'm going to yeah. You go what the hell? You go what the hell? Let's go sit down. Hold on. So, if anybody call you guys, I'm in the immigration, please take your time. That is what I'm saying, my brother. I'm not quarreling with you, but let's show love towards our family who are dying inside. Our brothers are dying inside, my brother. We have to show love.男性が亡くなって1ヶ月余り、支援団体が長期収容問題をテーマに集会を開いた。エリザベスもこれまで見てきたことを伝えようとやってきた。僕がこの知っている限りのこの25年の間で、この収容が長期化している、収容所に入れられると出られないというこういう状況に関しては今が一番最悪です。ありがとうございます。みんな聞いてね。私は入管の中2回目入ってる。私の国、私ナイジェリア人。大村から死んじゃった。なんで死んじゃったなの？今は品川4人、今は4人の女の子、3年8ヶ月、みんな音楽ストライキやってる。なんで？仮放免の外国人が人前で声を上げることはさまざまなリスクがある。捨て身の訴えだった。I came here today to hear my voice and hear my people's voice. I want everyone to know about what we are going through. Sana yone mena nakaniru, mena byoki, kano no sowa nakaniru. Modelera nae, chideru no mena nakaniru. Nande. Why are they suffering foreigners? They are not. I want you guys to fight for us. I need your help. Thank you. I love you guys. Thank you. God bless you.スピーチの後、多くの人が声をかけてくれた。ハンガーストライキで収容者が亡くなったことを受け、国は有識者による会議を設置。長期収容の改善に向けて検討を始めた。2020年4月、新型コロナウイルスの感染が拡大、緊急事態宣言が出された。コロナの感染防止のため、
4月末から入管収容施設で一般の面会ができなくなった。エリザベスのもとに収容者から不安の声が押し寄せた。会えるキッズのコロナウイルスわかるでしょ。私も心配。力、私お母さんだから私の力守りたい娘言ってた。エリザベスの家に居候していたイラン人のアマンもこの頃入管施設に再び収容されていた。ここでコロナの噂が出てまして、2人が熱が出ました。医者に見てもらって、インフルエンザでもコロナでも診察したらどっちもなかった。同じ部屋に戻そうとしたら、ブロックのメンバーから大騒ぎをして大きい声出して、いや絶対この人たちを個人に戻さないで、この人たちがコロナですよと。I want every detainees here to be released. Let all of us be outside. We are safer outside than being inside. 5月、コロナ禍における収容の実態について問いただすため、国会議員が入管職員に対し聞き取りを行った。といったことを踏まえながら金額の設定というのは、職員も現在その収容場の中に立ち入るときには検温をする、それからその健康状態に異常がある場合にはその立ち入らない、あるいはマスクの着用を徹底するということをしておりまして、ちゃんと PCR 検査を実施していただいているのか否か、これは職員の皆さんも含めてですが、報告をしていただくように、ここも合わせてお願いをしておきたいと思います。収容所は刑務所ですか？はい。国際です。入管の収容施設にはその収容令状、あるいは退去強制令状に基づいてその収容をされる方が収容されていると。退去、その本国にお帰りになるという時にはすぐに出ることができるという施設でございます。Like me, Elizabeth is my name. And I've been in Japan for almost 30 years. I've been on California for years. Why is it that you don't you don't release those who have been there for 5 years, and now you deviate from releasing those who have been there for 5 years and 6 years and release these new boys who came in? Some of them forged this Zayo card and they were arrested in the police, but you released them. 仮放免をどういう人がされ、あるいはどういう人がされないということについては、その収容期間の長さということだけで決まるわけではないということであって、さまざまなその事情を考えてその判断がされています。それが届いてないってことはあるんですか？その点は呼び出しの話だと思うんですが、エリザベスさん来たよ。コロナの感染対策として入管は積極的に仮放免を出し始めた。施設内の密な状態を解消するための措置だった。イラン人のアマンも再び外に出ることができた。見て手は全部そう噛んじゃったんだよね。心配してたこれ。本当辛かったね。でももう構わないねこれでね。So they will not arrest you. Don't worry. Relax. ありがとうございました。本当嬉しい。もともと1200人余りいた全国の収容者の数は6月末には半分以下の527人まで減った。日本に来て25年、エリザベスは53歳になった。支援活動に奔走する中、精神的にも肉体的にも限界に近づいていた。I feel pain in my eyes, you know. Where? Where is happening?
when I was arrested, that thing affected this part of my body. That's why I normally carry this, because I cannot carry something heavy on my hand. Even my handbag, I cannot. かつて収容されていた時、強いストレスにさらされたエリザベス。以来、体にしびれと目に激しい痛みを感じるようになったという。はい。Okay. 一昨年検査したところ、視野が徐々に狭くなり、失明する恐れがある緑内障であることが分かった。目薬などで症状の進行を抑えるしかなく、3ヶ月ごとの診察が必要という。Altogether 10,000. No insurance. It's 100%. エリザベスに診療を受け続ける経済的な余裕はない。何年も待ち続けている難民認定の審査が通らなければ、働くことも健康保険に入ることも許されない。祖国ナイジェリアを離れる理由になった女性器切除 FGM。 近年 FGM は女性に対する深刻な迫害として世界的に認知され、欧米では難民認定の基準としても確立しつつある。しかし2020年8月、 FGM を理由に難民認定を求めたエリザベスの訴えは東京地裁で退けられた。判決はエリザベスについて、恐怖を抱くような個別具体的な客観的事情が存在するとは認められないと述べた。You know, I was being supported by RHQ every month. So after my case, then they stop the money, and so they stop it. So now エリザベスは控訴し、2度目の難民申請をした。しかしその希望を打ち砕くようなニュースが舞い込んできた。外国人の収容と送還について、国が法改正に向けて検討を進めているというのだ。一定の条件を満たせば収容せずに社会生活を認める制度を作る一方、強制送還を拒否した場合などに刑事罰を適用。3回以上難民申請する者は強制送還できるようにするなど、厳しい処置も検討しているという。I feel depressed, you know, and that urge just came up, you know. I should just, because I hear a lot of news. Japan government will do this, Japan government will do that. Then later they end it up, oh, they don't want to do anything again. So it's like, wow, I finished my life in Japan just like this. I don't have money, I don't have anything, I don't have family. When I was a kid with my mom, all the pictures in my house, everything I lost. So I don't have anything to even remember my mom. I don't have any picture of my mother, nothing. When I was a baby, I don't have nothing. And maybe one day they just throw me back to where I don't want to be. For 30 years I've left that place, or more than self. So either I die with them here or I go to prison, you know.
So the best, let me just kill myself. Lord, I just want to thank you, Lord, for living my life, being with me. Read them wherever that suits us. 家族を愛しながらも異国での孤独な生活を余儀なくされたエリザベス。残されたのは祈りだった。When those thoughts came, I just took my Bible. I said, God, I rebuke this evil. I will never commit suicide. From everyone that I meet in this country, Lord. Bible teaches me I should visit the prisoners. And you should show love to those who are hurting. If you show love to those who are hurting, God will show love towards me. Thank you. Thank you. Hi. Hey, you lean, eh? Yeah. Yeah, you're trying. Thank you so much for coming to my place. It's a little bit complicated. 10月上旬、エリザベスが会いに行ったのはアフリカ出身のサイ。彼も在留資格がなく国外退去の命令が出ている。元気ありがとう来てくれてサイには日本人の妻がいる。元気そうよかった。そうかったね。2人が出会ったのは2017年。こっちがそうサイが声かけた。元気ですかとか。すごいなんかパチリなんとかすごい変わったと。そんなこと言ってないね。2人は恋に落ちすぐに結婚を考えた。しかし妻のはるかは家族の反対にあった。その仮放免の説明も難しいし、それ言ってはいっていうわけにもなんか向こうもわからないし、仮放免のことは日本人あんまりわからない。わからないよね。そうだから働けないと言ってもこれがまずわからない。わからない。どうして働けないの？意味がわからないみたいな感じで、そう。で、結婚したらでもビザ出るかなっていうのがちょっと思ってたんだけど、全然その返事が来ない。サイが望んでいるのは在留特別許可と呼ばれるもの。人道的配慮などから法務大臣が特別に在留を許可する制度だ。しかしサイのように国外退去の命令が出た後に在留特別許可を得るのは容易ではない。エリザベスは家族同様の付き合いをしながら彼らを支えている。私の夫は特に身内がいないんですね、日本に。夫はすごい心のなんか支えとしてて、なんかお母さんとかお姉さんみたいな感じで思ってる。結婚して3年、サイとはるかに3人目の子供が生まれた。ビューティフルベイビーね。髪の毛もいっぱい。すごい髪の毛いっぱいあった。しかし赤ん坊には先天性の病気が見つかった。心房中隔欠損っていうんですけど、心臓に穴が開いてる。心臓の壁がうまく作れてないですねということで。これから何年にもわたり手術が必要になるという。サイとはるかはこれまで以上に在留資格を望むようになった。 Thank you,
エリザベスは家族の幸せを願い、祈りを捧げる。Lord, we just want to thank you for bringing us together this afternoon as a one family, Lord. Lord, you know this is not our country, but you brought us here for a purpose, and the purpose can be seen through this family by blessing them with these 3 kids, Lord. You look at them as a family. Saeed find his wife, and you said he find favor from you. And he find favor from you, and you bless this one with your children, Lord. Oh Lord, you never give them sorrow, but happiness and joy that fill their heart, because the wife was pregnant and he had this baby. And he never had this baby to give them sorrow, but rather to give them joy that fill this home and peace from you, from above, in the mighty name of Jesus. Mold his heart. Whatever they've removed, Lord, let it be the final in the mighty name of Jesus. Lord, do your work. Let your miracle show yourself strong in this child in the mighty name of Jesus. Lord, I just want to thank you because I know you love them and you love these children, Lord. Lord, supply. Lord, show yourself strong in this home, Lord. And you brought Saeed into this country as a foreigner, as a refugee, but you find a wife, a loving wife that gave birth to children who love children, Lord. So with that love, Lord, do something new in this home, Lord. I cover this home with your glory, Lord. Show yourself, Lord. Lord, I cover this home with your light. I let every darkness in this home flee with your light in the mighty name of Jesus. Oh Lord, I thank you, I worship you, Lord, I glorify you, I bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Love you. Thank you. Thank you.現在エリザベスは多くの人々の支援を受けながらなんとか生きている。そしてまた今日も誰かに会いに行く。Well, if I can, by God's grace, if I get a visa here, I want to set up a home where I want to have a center where I can help needies, those who are in need. Not only foreigners, like Japanese. I wish I could say all the things that I should say. I just want to say, Elizabeth, that I am sorry. No, you don't need to be sorry. I love you. I have